皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日は JLPT N1 の読解から統合理解を1問出したいと思います。今日使うサンプル問題は JLPT の公式ホームページからダウンロードできます。概要欄にリンクを貼っておくのでダウンロードして一緒に解いてみてくださいね。では始めましょう。この統合理解では複数のテキストを読み比べて比較しながら理解できるかが問われます。こういう時大切なのは、それぞれの文章のジャンルと内容を見極めることです。試験によく出てくるジャンルは、相談、アドバイス、口コミ、書評、意見文、新聞記事などです。内容は、ただ事実を述べているもの、解説をしているもの、いい、悪いと筆者の意見を言っているものが多いですね。では、この文章はどうでしょうか？見てみましょう。次の A と B はそれぞれ別の新聞のコラムである。A と B の両方を読んで、後の問いに対する答えとして最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。新聞のコラムとは、新聞や雑誌などで線で囲んだちょっとした小さい記事のことです。まずは A から段落ごとに見ていきましょう。A の第一段落では、発売された国語辞典に1万項目が新たに加えられたこと。第二段落では、新たに盛り込まれた言葉の例。第三段落は、その例の説明。第4段落は担当者の話が載っています。では、A のジャンルはどうでしょうか？新聞記事ですね。内容はただ事実を述べています。キーワードとなるのは、何々という、何々によると、何々と話していた、などの言葉。A は自分が聞いた話を伝える新聞のコラムだということです。B も段落ごとに見ていきましょう。B の第一段落では発売された国語辞典に1万語が新たに増えたこと。第二段落ではこの辞書が宣伝のための話題作りだということ。第三段落は採用が見送られた言葉の例を挙げています。では、B のジャンルはどうでしょうか？意見文ですね。内容はニュースに対して意見を述べています。キーワードとなるのは、だろうか、ばよい、であろうなどの筆者の意見を言う言葉です。B は自分の意見を言うコラムだということです。26番。A と B のどちらの記事にも触れられている内容はどれか。では、ジャンルと内容を理解したところで問題を見てみましょう。先ほど A と B それぞれの文章を段落ごとに見ましたね。どちらも触れられている内容は1万項目、1万語ですから答えは3番です。1は A、2は B、4は B しかありません。27番。この辞書が多くの信号を取り入れたことについて、A の筆者と B の筆者はどのような立場をとっているか。A は事実を述べる新聞記事。事実を述べているだけなので、立場を明確にしていません。一方で B は筆者の意見文でした。その意見をよく見ると、宣伝のための話題作り以上のものがあるだろうか。流行とは所詮一時のもの。放っておけばいい。これは肯定的ですか？それとも批判的ですか？そうですね。批判的ですよね。ということで答えは4。
A は明確にしていないが、B は批判的であるです。28番、この辞書に新しく入らなかった語の不採用の理由は何か。不採用について書いていたのは B の一番最後でしたね。そこを読むと、一時的な流行や狭い範囲だけで使われているとして採用が見送られたとあります。ですから答えは2。一時的なもので幅広く使われている語ではないからですね。このように統合理解はその文章のジャンルと内容を正しく把握して比べることができるかが問題を解く鍵になります。段落ごとにどんな内容か簡単にメモを取っておくと読み返すのが楽になりますよ。ぜひ試してみてください。メッシュクラスではオンラインで JLPT の勉強もできます。経験豊富な日本人の先生たちと一緒に学んで JLPT の合格を目指しませんか？私たちと一緒に日本語を勉強したいという方はコメントをぜひチェックしてみてくださいね。そしてこの動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。